今日はイーロン・マスクさんの話をしたいと思います。トランプ大統領、グリーンランドを領有するとかパナマ運河の管轄権を取り戻すとか、言いたい放題という感じで、あります。そういう中で大統領就任式を迎えますけれども、側近の実業家のイーロン・マスクさん、この人も勝手なことを言い始めてる。テスラっていう EV 自動車、本当のこの IT、実業家ということで、それで昔のツイッター、今 X という名前に変えましたけど、これをですね、買収しました。だから今この X のオーナーがイーロン・マスクさんということで、私もX 使ってますけど、しょっちゅうマスクさんの意見が投稿されてますね。で、そこでこのマスクさんの X の使い方、発言、こういうことが問題があるんじゃないかということになってるんですけれども、一つはですね、そのドイツですね、ドイツのその極右政党で AfD っていうアルタナティーベン・フュール・ドイツラントっていう、これはドイツのための選択肢と日本語に訳すとこうなるんですけども、それはもう極右で移民排斥ということを謳ってるんですけども、移民が増えて治安が悪くなる、経済悪くなるということでドイツ国民の不満が高まってまして、 AfD がガッとこの統制を伸ばしてるんですね。地方によって AfD がトップになるところもあるということなんです。で、個々の党首とですね、ライブで公開の討論をやって、いやもうドイツでまともな政党はこの AfD だけだと、ドイツを救うのは AfD だと、皆さん AfD に投票しましょうと、こういうことを言う。で、ちょっとこれドイツの内政に干渉してんじゃないかというような話で、それはその通りなんですね。ですからその60余りのドイツの大学とか研究機関はこの X は使うのをやめようと、使用停止しようということを決めました。これは一つの見識だと思いますね。そして今言ったこのドイツの極右 AfD を支持したと。それで同じドイツの今の首相、これは社会民主党左翼なんですけれども、ショルツさんが首相をやってる。で、このショルツって男は無能なやつだって、こういう批判も繰り返してる。2月に総選挙あって、ショルツさんの政党は負けると思います。で、それもあるんで選挙にで AfD を入れよっていうことを言ってるわけです。で、これドイツだけにとどまらないで、今度はイギリスにも噛みついてる。イギリスのスターマーさんっていう首相は、これ労働党、この人も左翼なんですね。で、この人にも噛みついてると。で、このスターマー首相は10年以上前検事総長をやってたんですけど、その時にですね、パキスタン系移民がその白人の児童に性的虐待をやったと。で、しかしきちんとこの断罪しなかったじゃないかと、これはひどいっていうことで、それを蒸し返して文句言ってるわけですね。で、マスクさんってのはもうこの西洋文明がこういうふうに他の文明から脅迫されてると、こういう観念を持っているわけです。で、だからフランスのマクロン大統領なんか10年前にこの実業家が他の国の政治をここまで批判するってことはなかったんじゃないかっていうことを言ってるんですね。で、ついでに言いますと、今アメリカ、これはアメリカ国内ですから海外じゃないんですけど、カリフォルニアでものすごい火事になってますね。ハリウッドの周辺を含めてもう大変な被害が出てる。で、そこのこの山火事の対応をしているのは民主党の州知事のギャビン・ニューサムさんというなんです。ニューサムさんという州知事なんですけど、もうこいつがダメだからこうなってるんです。さっさと辞任させろって言って
これにも噛みついてる。まあこれはただ自分の国内のことですから、アメリカ国内のことですから、海外じゃないんで、まあちょっとそれは差し引いてもいいと思うんですね。だけどツイッター時代はこんなにそこの経営者が自分の意見を出すってことはなかったのに、イーロン・マスクさんになっても自分の思い通りのことを言うようになってきたということなんですね。で、こういうことでいいのかどうなのかと、私は若干これは疑問に感じるわけです。そしてSNS っていうのが非常に大きな力を持ってきているっていうのは、これまでもお話ししましたように、昨年の東京都知事選で石丸伸二さんがぐーっと票を伸ばした。それはやっぱり SNS の力が大きかったということなんですね。それから今度、兵庫の県知事で斉藤元彦知事が再選されたと。これも SNS で女性がひっくり返ったということなんです。で、私はやっぱり、既存メディア、既存のマスコミがちょっと反省しないといけない面がたくさんあると思います。結局ですね、新聞とかテレビとかそういうのを見ている伝統的な情報受信手段を見なくなっちゃった。もう十分な情報がない。そこで YouTube とか SNS とか見て、それで判断する。そしてこの石丸さんとか斉藤さんに投票した人たちは既存のメディアじゃなくて SNS を見て判断したということなんで、これから選挙に大きな力を持ってくるんです。で、新聞とかテレビはですね、そこのオーナーが自分の意見を勝手に述べて、これが俺の考えだって言わない。やっぱ新聞だったら論説委員とか編集委員がいっぱい集まって議論して、じゃあ今日のうちの社説はこれでいきましょう。こう考えましょうって言って、社内の議論を積み上げて出すわけですね。ところが、イーロン・マスクさん、もう思ったことをどんどん勝手に言ってる。で、こういうメディアのあり方でいいのかなという感じがしますけれども、私はやっぱり既存マスコミっていうのが相当反省しないといけないのは、なぜ地上波のテレビを見なくなったか。面白くないからなんです。はっきり言って。それから内容が薄っぺらだからなんですね。例えば、国際情勢、ウクライナ、ガザ、こういうものについてしっかり知りたい。中東情勢どうだ、ロシアとの関係はどうだ。その時にパッとワイドショーをつけたら出てくるのは、ほとんどそういうことを勉強してないタレントなんですね。例えば女性タレント。誰がそういう人の解説を聞きたいと思いますか。それが垂れ流しなんです。で、これはですね、実は私はずっとテレビやってきましたけど、4、50年前から全く変わらないテレビの作り方であって、要するに必ず一人女性芸能人を入れる。で、あんまりおつむの良くないのを入れる。そうすると見てる人が、あの人も私と同じ考えなのねって言ってほっとする。まあそういう決まりきったテレビのワイドショーの作り方のパターンがあるんです。だから必ず女性のタレントが一人入ってるでしょ。基本的には。こういう作りなんです。だからその人がどういう解説できるかなんて全く問題にしてない。それを50年後になっても40年後になってもまだ続けてるっていう。これは手たらくですよ。全く進歩してない。それでやってて世の中が進歩してて SNS がここまで伸びてきたら見る人がいなくなるのは当たり前なんですね。だから BS に行ったりとか YouTube に行ったりとか SNS に行ったりとかするわけですから、しかし既存のマスコミがですね、意味がないかって、これものすごい意味を持ってるわけです。イーロン・マスクさんみたいなのが勝手なことを言った時に、これは虚偽だと、嘘だということをしっかり監視する役割が既存のマスコミにはあるんです。みんなでやってますから、大きなマスコミでみんなで監視をして、あの SNS おかしいじゃないか、あのマスクさんの X の言ってることはおかしいじゃないかということを監視する。 EU、ヨーロッパなんかはそういう監視の機関があるんですね。だけど既存のマスコミはそういうことをしっかりやって、 SNS がいい加減なことを言った時にそれを正すという役割がある。このことをしっかり反省して巻き直しをやれば、必ず
また視聴率も上がるというふうに思います。ですからね、そういう意味で既存のマスコミの反省が必要だってことをずっと私は言い続けてきてますけれども、昨年のこの石丸現象、斉藤現象あっても全く変わってない。今年は参議院選挙があります。都議会選挙があります。大きな変化の可能性がある。そこで SNS が力を持つんです。それに負けないぐらいに既存のマスコミがしっかりしないと、民主主義ってのはデマゴーグにやられてしまう。扇動されてしまう。私はそのマスクさんのようなこの発言が出てくるのは民主主義に対しての大きな警告だと思っております。